空音の見えない世界のお話。こんにちは、空音和美です。今日は私のところにアメジストのジオードっていうものがあるんですが、それを買った時のお話をしたいと思います。ちなみにジオードとは中が空洞になっている石のことを言います。これは2008年のお話です。私が石を買う時にいつもお世話になっているオクルスさんっていう個人でやってらっしゃるところがあるんですけれど、その方はもう毎年のようにアメリカの通村などでやってるミネラルショーに行ってもう直接買い付けしてくる方なんですね。その時もミネラルショーから帰ってきたというので、ミラクルラルーンのふみこさんと、ここでまた言い慣れたふみちゃんと呼ばせてもらいますけれど、ふみちゃんと2人で石を見せてもらいに行ったんですね。で、部屋に入ったらたくさん並べてある石の中にアメジストのねジオードが大中小とね3つ並べてあったのがねすぐ目に入ったんですよ。特にねその大きいジオードの存在感がすごくて、でそれでオクルスさんが今回ジオードを見繕ってきてって A ちゃんっていう方に頼まれたって教えてくれたんです。だからその中から A ちゃんが選ばなかったものならどうぞって。でもね、私は全然買う気がなかったんです。いつかは石の浄化のために欲しいかもとは思ってたんですけど、そしてやっぱりねジオードはね決してお安いものではないから、やっぱりいつかはねくらいの気持ちでしか本当になかったんですよ。それなのにね、一番大きいのを結局買うことになっちゃったんですよ。で、一番大きいジオードっていうのがラグビーボールをちょっと大きくして真ん中から割ったくらいの大きさなんですけどね。でも見た目がねちょっとねもう綺麗っていう感じでもなくって、アメジストの中に白濁した水晶が出てたりとか、エネルギーもねちょっとね怖くて近寄りがたい雰囲気だったんですよ。でもねそのうちちょっとね慣れてきて、ふみちゃんと2人でね、これ大きいから頭にかぶれるんじゃないのとかねふざけてね頭突っ込んでみたりして遊んだりしたんですけど、もうねしばらくするとね頭がグワングワンとね回ってるように感じるんですよね。エネルギーがすごすぎて。でもそれもねそのはずで、そのジオードはねシャスタ山の麓にある石屋さんにずっと飾ってあったものだっていうことで、パワースポットって言われてるシャスタのエネルギーをがっちりとね吸い込んでたってことだと思うんですね。オクルスさんはそれを見つけた時に、大きいからどうしようってやっぱり最後までね迷ってたんですって。でもね帰国する日にやっぱりそれを見に行って、やっぱりこれ買って帰んなきゃってねそう思ったそうで、それをねそのまま背負ってたリュックに入れて帰ってきたっていうんですよ。測ってみたらね 5.6 キロもあったんです。すごい決断ですよね。他にもねたくさん石を買って、多分ね荷物もすごく重たかったと思うんですけれど、よく決断したなと思いました。そんな話を聞きながらね3人で楽しくおしゃべりしてたんです。でもねおしゃべりの間にちょっとだけね沈黙の時間があったんですよ。そしたら私の口がね勝手に喋り出したんです。後で考えると意識と頭がつながっていない感じになっていて、また異空間にいるようなぼーっとした感じになってたんですよね。でねそれでね何を言ったかっていうと、ちょっと再現してみますね。A ちゃんがその一番大きいのを買わなかったら私それ買いまって言ったんですよ。まって言った時にはっって我に返って、何私今なんて言ったのって言って、もうね大騒ぎだってね口が勝手に喋ってんですもん。ほんとね棒読みみたいな感じでね言うんです。そうやってでねはっとね我に返って買いますの「す」をね止めたけれど、それも偉かったなって思うんですけど、それってもう何が起きてんのですよ本当に。もう私はね誰かに操られた感で真っ青だったんですけど、2人はもうゲラッゲラって大笑い。そして私はさらに真っ青。だってねやっぱり高いし買う気ないんですもん全然。なんでこんなこと言っちゃったんだろうと思って、それなのにね勝手に口が喋って買うとか何とかね、誰かに操られてんのとかね、もうとにかくね頭の中をいろいろ駆け巡って本当に怖かったです。でもねふみちゃんはずっとゲラゲラ笑ってるし、
その時はね決断できずに帰ってきたんですけれど、そうして後日A ちゃんは別のアメシストを買ったけどどうするってオクルスさんから連絡がありました。その時もね散々悩んだんですけれど、買いまで言うんだったらこれはもうね買うものなんだなと覚悟をね決めました。それでオクルスさんとね引き取りの都合のいい日をお互いに決めたら、なんとね11月11日だったんですよ。スピリチュアルではね1は始まりの日ってよく言われるんですけれど、その日が私にとってエネルギーを扱い始めるスタートの日っていう意味のある日だったんだなっていうのがね後でわかるんですよね。というのも、このチャンネルの1回目の動画で話しているシャスタ山の地下にあるレムリア人が移り住んだって言われているテロスっていう地下都市にね、何人かの瞑想のワークで行ってきたことがあるんですね。でそこで私ともう一人の人がエネルギーをもらってきたんですよ。でそれで2009年にミューライトエナジー・ウィズ・アースっていう、略してミューっていうエネルギーが出来上がるんです。でも私がねエネルギーをもらってきたもののどうしたらいいんだろうって悩んでた時に、ふみちゃんがエネルギーを混ぜてみたらどうってアドバイスをくれたことで出来上がったりとか、その後もねわからないこととかがあるとふみちゃんがサポートしてくれたりとか、そしてね後々ふみちゃんもミューを扱うことになるんですけれど、そのねふみちゃんがね10年くらい経ってから言うんですよ。あのアメシストがかずみさんのところに来てエネルギーを扱うことになるっていうのはアメシストを買いまって言わされた時から分かってたよって。なぜ今言うですよね。でもねだからあんなに大笑いしてたんだなっていうのを納得できました。ということで今日のお話は終わります。それではまた。